ゲーム「機動戦士ガンダム UC エンゲージ」にて宇宙世紀で活躍した主人公たちが歴史を超えて開口共闘することをコンセプトに展開されているクロスオーバー UC エンゲージ。当然モビルスーツも時を超えて共演するため、各主人公機は共演する時代のモビルスーツと張り合えるよう新たな武装を装備し強化されています。そしてクロスオーバー UC エンゲージアクシズ編ではゼータガンダム、ダブルゼータガンダム、そしてニューガンダムに新装備が追加されました。今回はそんな3機の新装備について解説させていただきます。まずクロスオーバー UC エンゲージアクシズ編の時系列は第一次ネオジオン構想終盤、つまり機動戦士ガンダムダブルゼータの終盤のあたりとなります。グレミートとの反乱によってネオジオンとエウーゴの戦いが泥沼化する中、シャアとハマーン率いるネオジオンが同盟を結び、スペースノイドの悲願を叶えるためシャアを総帥としたヌーベルジオンが誕生しました。さらにカミーユとの最終決戦後も生き延びていたシロッコがヌーベルジオンの協力者として暗躍し、ヤザンなど一部のキターンズメンバーもジオンに加わります。その後連邦に宣戦布告してきたヌーベルジオンに対してブライトノアを司令とするロンドベルが結成。アムロもモビルスーツ隊の隊長として参加します。しかしシロッコが連邦軍の高官に働きかけたことでロンドベルは孤立し、戦力差から徐々に劣勢に追い込まれていきました。そしてシャアは地球圏に住む人々を戦争の源と断定し粛清することを宣言。障害となるロンドベルを排除するためにデュネイやクエス、ヤザンなどエースパイロットを続々と投入してきます。アムロも何とか対応しますが、ビガズイでは迎撃しきれず、ヤザン率いるハンブラビ部隊とディラ動画の混戦部隊に防戦一方となっていきました。そして防衛ラインが突破されそうになった時、新装備を携えたカミーユリ団のゼータガンダムとジュドーアーシタのダブルゼータガンダムが援軍として駆けつけます。2人は戦後エウーゴが連邦に編入された後に軍から離れていましたが、アムロの力になると考えたブライトからの呼びかけに応じてロンドベルへと加入しました。ロンドベルの戦力が増強されていく中で、シャアは最終作戦として地球にいる人間を粛清するべくアクシズ落としを決行します。このことから原作ではアクシズ戦役でゼータガンダムに貫かれて死んだはずのシロッコが生きていたという異設定になりますが、機動戦士ガンダムダブルゼータでの最終決戦であるダブルゼータガンダム対キュベレイの戦闘は行われていないという時系列だと考えることができそうです。そんな本作の世界では地球連邦政府の議員であるジョン・バガーの働きかけによって3機のガンダムに新装備が登場しました。まずゼータガンダムです。右腕にはクロー型のアイフィールド発生装置であるアイフィールドクロー&アイフィールドブラスターを装備。左腕にはビームライフルを兼ねた実体剣を装備しています。なお実体剣は変形時には機種として機能します。ゼータガンダムの機動性と運動性能を生かしたショートレンジに特化した仕様で、ビームライフルで牽制して敵機に近づき、左腕に装備した実体剣で切り裂くという一撃離脱戦法を得意としています。ショートレンジに特化した分、敵の攻撃にさらされる機会も増えますが、右腕に装備したアイフィールドクローがビーム兵器に対する強力なバリアとして機能するため、作中でもほぼ被弾する場面は見られません。回収されたことで最新鋭のモビルスーツとも対等に渡り合える性能を獲得していますが、当初からの課題であるシールドを失うと変形できなくなるという欠点は解消されておらず、むしろ機種が武器としての機能も担うようになったため、以前よりも変形できなくなるリスクが増大したと言えるかもしれません。劇中ではヌーベルジオンに追い詰められるロンドベルに合流し、新装備でヤザンのカル・ハンブラビを翻弄しました。その後最終作戦の障害となるロンドベルを足止めするため投入されたアルパージール、ヤクト動画、ゲーマルクとの戦闘ではファンネルの波状攻撃を全て倒す機動力を見せつけます。さらに機動力を生かしてギュネイのヤクト動画へと一気に接近し、左腕を切り落としました。続いてダブルゼータガンダムについてです。新兵装としてバックパックにハイパーギガカノンが搭載されました。ハイパーメガカノンの発展型と思われる装備で、前身となる装備よりも一回り大型化しているようです。面攻撃を想定した大口径ビームで、まさに一撃必殺と呼べる火力を誇っており、ハンブラビとギラ動画隊との戦いでは超巨大なビームで一度に
5機ものモビルスーツを撃破していました。また、ゼータガンダムのアイフィールドで敵の攻撃を防ぎ、直後にハイパーギガカノンで敵モビルスーツを一掃するという連携も見られます。なお、これだけ巨大な装備を有していても、G フォートレスへの変形も問題なく行えるようで、ゼータガンダムのウェイブライダー形態にも負けない機動力を披露していました。もともと G フォートレスには火力向上を目的にハイパーメガランチャーを装備したスーパー G フォートレスが計画されていたため、その技術が転用されたと考えることもできそうです。なお、スーパー G フォートレスには機動力向上のためプロペラントタンクを増設するという装備重量による機動力低下を防ぐための処置がされていました。ただ、スーパー G フォートレスのプロペラントタンクはモビルスーツ形態への変形時にはパージする必要があるなど、フォートレス形態での運用をメインに想定されています。一方、ハイパーギガカノン装備型のダブルゼータガンダムにはバックパックにパージする必要のない増加スラスターと思われる装備が装着されており、モビルスーツ形態での運用を想定した調整がなされているようです。なお、原作ではダブルゼータガンダムの大出力ジェネレーターをもってしてもハイメガキャノン一撃でパワーダウンしているにもかかわらず、本作ではさらに出力が高いと思われるハイパーギガカノンを撃ってもパワーダウンしていません。そのためギガカノン本体かハイブのフレキシブルスラスターのようなものに追加ジェネレーターが搭載されていると考えられそうです。劇中ではゼータガンダムとともにハンブラビとギラ動画部隊を迎撃する形で登場。ハイパーギガカノンで一気にギラ動画部隊を一掃する圧倒的な火力を見せつけました。その後、ロンドベルの足止めをするため迫り来るモビルスーツ部隊を迎撃。ゼータガンダムにも匹敵する機動力とモビルスーツを一気に殲滅する火力を見せています。そしてニューガンダムについてです。武装としてはハイブ左側にロングレンジフィンファンネル、右側にはハイパーメガバズーカランチャーを装備しています。ロングレンジフィンファンネルはララポート福岡に設置された等身大ニューガンダムに設定されたものと同型と思われる装備となっています。福岡ニューガンダムのロングレンジフィンファンネルはフィンファンネルの火力不足を補うためハイパーメガバズーカランチャーを組み込んだ高火力長射程のオールレンジ兵装ですが、 UC エンゲージ版が福岡機ほどの火力があるかは不明です。ハイパーメガバズーカランチャーは形状はデンドロビウムのメガビーム砲に似ていますが、名称からしてハイニューガンダムに装備されていたものと同型のものと考えることもできます。そのためアクシズ編におけるニューガンダムは福岡ニューガンダムにてロールアウトの前倒しによって間に合わなかったと設定された装備とベルトーチカ版で使用された装備を両方採用した全部盛り形態と解釈することもできます。なお、これらの兵装は腕部と接続して使用することも可能で、映像ではバリっているニューガンダムを見ることができます。劇中では先に出撃したゼータとダブルゼータの元へ駆けつけ、ロングレンジフィンファンネルでアルパージール、ヤクト動画、ゲーマルクのファンネルを次々に撃ち落としています。またゼータの背後を取ったヤクト動画とアルパージールのファンネルを間一髪で撃ち落とすなど、アムロの卓越した反応速度とファンネル操作技術も見られました。現在公開されている UC エンゲージアクシズ編2ではアクシズ落としの前哨戦までが描かれていますが、ニューガンダムは重装備がゆえかあまり機敏に動いている様子はありません。オールラウンダーな機体というコンセプトで開発されたニューガンダムにこのような重装備を施すことは設計思想に反している気がしますが、もしかすると UC エンゲージ版逆襲のシャアではアニメ版とベルトーチカチルドレンを合わせたような展開でサイコフレームを入手するような描き方がされているので、アクシズ落としに対する三段構えの一つとしてハイパーメガバズーカランチャーを使用し、その後本兵装をパージしてシャアとの戦いに臨むという展開もありそうです。ただ面白いことに本作ではシャアが変な市場を挟まないようハマーンから釘を刺されるシーンが存在するので、ロンドベルにサイコフレームを渡していたことをハマーンが知ったらどういう展開が待ち受けているのか楽しみなところです。余談ですが UC エンゲージアクシズ編では柔道の声優が八尾和樹氏ではなく、水星の魔女のオジェロギャベル役などで知られる剣士が代役を務めておられます。理由は八尾氏のスケジュールが合わなかったためとされているので、今後剣士が柔道役の正式な公認となるのかは不明ですが、八尾氏の柔道へのリスペクトが込められた演技からネット上では違和感ないと称賛の声が多く見られたため、
2代目樹洞となる可能性は高そうです。また、シーブック役の辻谷浩二氏も2018年に亡くなられたため、有志エンゲージのエンジェルハイロー編からは、後任として佐藤拓也氏が演じておられます。このように、声優変更の可能性が増えてきている中、ファンの間では、むしろ変わらず、カミーユの声を演じ続けられる飛田信夫氏が凄すぎると、飛田氏の凄さが再評価されていました。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。